こんにちは。まず皆さんに質問です。日本人が話すとき、いつも何を大切にしていると思いますか？はい、皆さんはもう分かっていますね。もちろん、相手を大切にできる表現を使います。でも、どんな場面でどんな言い方をするといいでしょうか？仕事で話すとき、いろいろな場面がありますね。どんな場面でどんな言い方をするといいでしょうか？よくある場面での言い方から少しずつ学びましょう。相手の状況を大切にするために場面ごとに丁寧な表現ができれば、いい関係が作れて仕事がうまくいきやすくなりますね。では、前回の復習ですが、質問したい場面では何と言ったか覚えていますか？はい、いいですね。今よろしいでしょうかと聞きました。では、場面1、質問などで話しかける場面です。このタイミングが大切で、まず話す相手を見て、忙しそうだったら話しかけません。いつもより忙しくなさそうだと思ったら、チャンス。このタイミングで、はい、今よろしいですかと聞きますね。よろしいは、いいの丁寧な言い方ですね。今タイミングがいいですかということですが、いいをよろしいに変えるだけでとても丁寧に聞こえますから、ぜひ使ってみてください。そして、伺いたいことがあります。伺いますは、聞きますの丁寧な言い方ですから、伺いますの方がいいですね。では次の場面です。例えば、病院など何か用事があって早退したいとき、どう言いますか？もちろん一人で決めてはいけませんから、会社の人に早退してもいいかどうか聞きますね。その場合、何と言えばいいでしょうか？この許可をもらう場面ではまず、申し訳ございませんが、と謝ります。相手にとって良くないことだと思うからですね。それから、本日早退してもよろしいでしょうか？でしょうはですの丁寧な言い方ですね。ぜひ、でもよろしいでしょうかを使ってください。3つ目の場面です。大抵上司から頼まれた仕事をしますが、頼まれていないけど自分がやりたい仕事がありませんか？例えば、次の会議の資料は私が作りたいと思ったら、何と言ったらいいでしょうか？この申し出る場面では、はじめに、もしよろしければと言うと相手の都合を聞いているので配慮が伝わっていいですね。それから、次の資料は私が作りましょうかと質問すると、相手に Yes, No を決めてもらうのでいいですね。作りますと言うと一方的な感じで良くないですからね。最後にまとめです。仕事の場面で言い方を覚えると使いやすいと思います。話しかけるときは、今よろしいですか？許可をもらうとき、申し訳ございませんが、〇〇してもよろしいでしょうか？申し出るとき、よろしければ〇〇しましょうか？はい、とてもいいですね。ぜひこれを使っていい関係を作ってください。今日は話しかけて質問する、許可をもらう、申し出るの場面での丁寧な表現を勉強しました。皆さんが仕事をするとき、どんな場面で話すことが多いですか？学びたい場面をコメント欄に書いてもらえたら、次にその場面でのレッスンを作りたいと思います。お役に立てたら嬉しいです。次もいろいろな場面での丁寧な言い方を勉強しましょう。ぜひ、チャンネル登録をして、次のレッスンもご覧ください。
新井アカデミーオブジャパニーズスタディーズの新井とビジネス日本語専門の山本がお届けしました。この動画を見てくださってどうもありがとうございます。ところで皆さん、日本語でお仕事をしていて困っていることなどありませんか？お悩みなど期間限定で無料で伺っています。www.araiacademy.com/yeswecan または下の概要欄のリンクからメッセージください。楽しんでもらえたらぜひいいねボタンとシェアをお願いします。励みになります。新井アカデミーオブジャパニーズスタディーズを応援してくださって本当にありがとうございます。